皆さんこんにちは。インドブロガーのパヨリーナです。早瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も前回に引き続き LinkedIn Japan 所属の早瀬さんに来ていただきましたが、2本目の動画のテーマはですね、インド事業の失敗談とまた成功に導いたコツというテーマで、実際にその早瀬さんが JAC の代表として2014年インドの事業を立ち上げていた時にいろいろ経験されたと思うんですけれども、その時の話をちょっと深掘ってみたいなと思います。はい、前回ね、その2014年に実際に一人でインドの市場を開拓しに行ったみたいな話をしてもらったんですけれども、実際どうでしたか？スタートしてみて1年目。もう最初本当苦労の連続で、商習慣も違いますし、いわゆるビジネスモデルもちょっと違ってるし、国際だったりとか全部違うので、日本とほとんどやってることは同じでも、もう全く違うビジネスをやらないといけないっていうような状況で、ものすごく苦戦をして、その苦戦がですね、自分の焦りにも現れてしまって、1年で大体6人採用したんですけど、1年間で全員辞めてしまってですね、1からまた1人からちょっとやり直さないといけない、そのくらい全員辞めてしまって、ゼロからやらなきゃいけない苦労は1年目はありましたね。1年目に採用したメンバーが全員辞めちゃった。そうですね。で、なんで辞めちゃったんですか？かなり厳しくしてしまっていてですね、私自身もすごく焦ってたので、売り上げが上がらないってなるとすごく詰めてしまったりとか、クオリティが上がってこないことに対してすごく焦燥感かられて、その思いをぶつけすぎてしまっていたっていうのもあるかもしれないですね。林さんの有名な言葉ありましたよね。思い出しました？やるか帰るかどっちかやるか帰るかどっちかにしろっていういろいろうまくいかなかった焦りからメンバー5人とか辞めちゃうと答えますね。本当なんかちょっと帰ろうかなってちょっとあの時は追い詰められましたね。さっきそのインドでの商習慣が違うとか価格帯も違うみたいな話があったんですけれども、例えば一番気になったこととかなんかエピソードってありますか？人材エージェント業になるんですけど、日本だと人材エージェント業の手数料って 35% とか 30% とか、そのくらいが平均価格なんですけど、インドは 8% なんですね。なんで1人採用してその方の年収の 8% ぐらいしかもらえないっていう、ものすごく薄利多売のビジネスモデルになっていて、そこがやっぱり一番大きな違いですね。それに巻き込まれてしまう。しかもインドって転職のエージェント牛の数ほどありますよね。もうびっくりするぐらいありますね。すごくね、インドのエージェント慣れてますし、その薄利多売にもね、慣れてますね。そんな1年目を過ごして、やっぱり私が2016年にインドに行った時には JAC の組織って売り上げすごい立ててて、日本人の中ですごい話題だったんですよね。JAC はどうやってやってるんだみたいなの話題になってたし、その JAC のトップ誰だみたいなので早瀬ってやつだみたいな感じで本当に話題だったんですけど、そういう失敗、1年目うまくいかなかったみたいなのから急成長というか、一気に利益を上げるに至った早瀬さんなりのコツというか、こういうの工夫しましたみたいなのって何かありますか？いくつかあるんですけど、ポイント3つに絞ると、1つ目はとにかく採用を妥協しないこと。インド人の採用も一緒にやってくれる日本人の採用も絶対に妥協しない。そのチームのメンバーのってことですよね。いいと思った人はもうずっと口説き続けるし、ダメだと言われてももう諦めずにアプローチをするしっていうのを続けた結果、2年目はものすごくいい社員がたくさん入ってきてくれて、もう自分が何もやらなくても事業が回るっていうような状況が1年で出来上がってしまったっていうのが成功の上で一番の大きな要因ですね。1年目の時の採用っていうのはそこまでは厳しくはやらなかったんですか？とにかくそのヘッドカウントを増やさないといけないっていう思いがあったので、正直選んではいたんですけれども、妥協してないかと言われるとそうではなかった。その2年目は本当にいい人材しか採用しないと。そうですね。クライテリアを明確にして必ずこういう人を採用するっていうのを決めてましたね。確かに当時の日本人側のメンバーしか知らないんですけど、現地いた JAC のメンバーはマジでみんなすごい人たちばっかりでしたね。強でしたね、本当に。で、2つ目は何ですか？2つ目はやらないことを決める。やらないことを決める。インドってすごい経済市場が大きいので、いろんなそのビジネスの甘い話がたくさん来るわけなんです。これをやってほしいとか、あれをやってほしい、これでお金を出すからみたいな。こういうのはちなみに全部切っていく。これをやるって決めたんだったら、それ以外のことはもうやらないっていうのを決めて、甘い話を全部切ってやるべきところに資産を集中させたっていうのが2つ目大きいですね。当時でいうと、いわゆるやるべきことっていうのは JAC でいうと何が一番ここ大事だなと思ってたんですか？日系企業に対するサービスの中でもこのレンジ、この職種だったりとか明確に決めてましたね。それ以外のもうオーダーが来ても断るっていう決めてました。結構ね、やっぱスタートアップとか逆に利益立てるためにいろいろ手出しちゃいそうになっちゃうけれども、そこを逆に決める。やらない。3つ目は何ですか？3つ目は顧客の要望に対して品質水準を持っていく。しっかり向き合って続けたから、先ほどその伝えた通り、インドの人材紹介っていうのは 8% が基本なので、基本的にはもう情報を流して終わりなんですね。
8%なんでたくさん数回さないと。でも 8% っていうビジネスをやってしまうとどうしてもその分数多く回さないといけないし、その分人も必要になるのでビジネスモデルとしては美味しくないわけです。そんな市場でも必ずもっと高い両立を取ろうっていうことを決めて、例えば面接同席をするとか、必ず面談チェックをするとか、入社日の当日には一緒についてバックグラウンドチェックをちゃんとやるとか、お客さんが求めてることに対して真摯に向き合って、その代わりに高い手数料をいただくっていうことをやってました。インドがね人材 8% っていうので、そこと勝負しなかったってことですよね。そうですね、勝負したら負けだと思ってましたね。いやでもそれ結構難しいですね。さらっと言ってますけど両立下げるのってすごい簡単なんですよね。いつでもできるので、でも1回下げちゃうともう上げれなくなるので、もう高いところで勝負するっていうのを決めないといけなかった。実際にその林さんの戦略というかこういうふうにやろうっていうのはどれぐらいから手応え感じてきましたか？もう本当2年目でスタッフにこういうことやっていきたいっていうのを説明してからは、もちろん反対する日系企業のお客さんたくさんいらっしゃいましたけれども、そういったところとはもうすいませんということでお取引をご遠慮させていただいて、2年目からすごく順調に立ち上がっていた。みんななんか話題にしてましたもんね。 JC はなんであんなに利益立ってんだみたいな感じで林さんの今回の JC の事例を通じて、それでも日系企業って現地で苦戦してるところいっぱいあると思うんですよね。何かこう一つ言ってあげられることとか、自分だったらこうするかなっていうのは何かありますか？内容力をつけた方がいいなっていうふうに思いますね。私は幸いずっと採用に携わってきていたので、上手に採用するためにはどうすればいいのかっていうのがなんとなく感覚で分かっていたので、いいメンバーが揃えられたっていうのはあるんですけど、企業の方々ってほとんど大体駐在員の方々が営業の畑の出身だったりとかするので、そんなに採用に関して詳しくない方々が非常に多いかなっていう。で採用力を企業としてつけていただくということで、社内に対しても交渉力を持ちますし、いい社員も採用できるし、経営と採用力っていうのは結びついてくるかなというので、そこをもう少しつけていってほしいなっていう。なるほど、人ってところですね。そこが一番難しいんですけれどもこの後のシリーズでは今林さんが今リンクトインにいるっていうところもいろいろあるので、やっぱこの採用とか転職とかまた深掘りできればと思うんですけれども、今回は林さんがその JC をインドで立ち上げた際の成功させるための秘訣ですとかね、失敗エピソードも含めてちょっとシェアしていただきました。この後またインドからシンガポールからいろいろ行かれてますけれども、その話はまた後半でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。